こんにちは。今日は少し大きめのバッグを作っていきます。ストラップもとても可愛く作っていきます。よかったら作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソー産のリサイクルコットン 100%。極太で色はホワイト、40g で40メートル。使用かぎ針の目安は8号。これを今回8号とそれよりも少し太い針で編んでいきます。底やハンドル部分はこの8号で編んで、真ん中の本体部分をこの10号で編んでいこうと思っています。この糸はこんな感じで綿 100% でしっかりとしています。太さは 2.5mm ぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。まず底を作っていきます。鎖を編んで、その周りを細編みで何周か編んでいきます。その最初の鎖の数について、今回の鎖は3の倍数プラス2、3の倍数プラス2であればどんな数でも大丈夫です。この鎖はゆったりと編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。これからこの周りを細編みしていきます。楕円形の形にしたいので、端の鎖に細編み3つ、こっちにも3つで楕円形の形にします。こっちで見るとこれが鎖、これが端の鎖、ここに細編み3つ、こっちも3つで楕円形にします。スタートするのはここ、ここと編んで、最後にもう一つで端に3つの楕円形にします。ここからスタートします。細編みをするので鎖をもう一つ、一つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、2つ目に細編み。この底を編む時には裏に針を入れて細編みをしていく方がきれいに出来上がります。同じところに細編みをもう一つ。で、一つ目にマーカーをつけておきます。これで一つに細編み2つ。次から一つに1つずつ。最後には細編み3つ。ここまで編んでいきます。反対側まで編んできました。端の鎖に細編み3つ。この鎖に細編み3つ編んでいきます。まず1つ目、次は2つ目。2つ目を編むときにこの短い糸端を向こうに寄せておきます。この長い糸の下を通って向こう側で、このまま2つ目の細編み、これが2つ目、次は3つ目。今度はこの短い糸端を
手前に持ってきます。こうすると糸端の処理が簡単なのと、結び目が横に倒れるのできれいに出来上がります。次から一つずつ、まずこの3つ入れた隣、この糸端は編みくるんでいきます。次もこのまま一つに一つずつ、ここぐらいまで編んでいきます。端まで来ました。マーカーをつけた最初の細編みを見てみます。これが最初の細編み。最初の細編みが入っているところが端の鎖。ここになります。なのでここに細編みをもう一つ。ここは端ではないので普通の細編み。このマーカーのついている細編みの入っているところ、ここに最後の細編み一つ。これで端の鎖に細編み3つ、こっちも3つ編んだので楕円形になりました。最初の細編みに引き抜きます。これでつながりました。今引き抜いた糸にマーカーをつけます。これが最後の細編み。最初の細編みに針を入れて、糸を出してここで引き抜きます。この引き抜いた糸にマーカーをつけます。次の週を編んだ時にこれがあると分かりやすくて便利だと思います。次は2週目。2週目は3つ編んだそれぞれに細編み2つ、次も2つ、でこっちも2つ2つ2つ、ここからスタートして最後の細編みに細編み2つと編んでいきます。ここからスタートします。鎖1つ編んで根元に細編み2つ、これが1つ目。もう一つ同じところ、次はここまた2つ、カーブができました。次からは一つに一つずつ、この間はずっと一つに一つずつ、でこのまま一つに一つずつで、ここではこの細編み3つに細編み2つずつ、こ
こんな感じになるように編んでいきます。次からは1つずつでここまで編んでいきます。2周目の終わりまで来ました。このマーカーのついている手前が最後の細編み。ここに細編み2つ。まず1つ目。1、2、これで1つに2つ。このマーカーは引き抜いた糸。細編みではないので編みません。最初の細編みに引き抜きます。これでこの端に細編み6個、こっちも6個になりました。今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。この糸、次は3周目。3周目を編む前に準備をしておきます。今細編み6個、3周目、4周目、5周目と編むときにはこの範囲で細編み3つ増やします。こっちもこの範囲で3つ。ここは1つに1つずつずっとまっすぐ編んでいきます。両端だけ丸くカーブになるように編んでいきます。そのために毎週3つ、次も3つと編んでいきます。でこのまっすぐとカーブの境目にマーカーをつけておきます。この位置、まっすぐでこっちがカーブ。細編みを3つ増やしていくので、ここにマーカーをつけていきます。さっきここに細編み4つ編みました。なので1つ目の細編みから1、2、3、4、ここがカーブの部分。4つの次にマーカーをつけます。ここからまっすぐが始まります。ここからまっすぐで、こちらも6個の外側、ここで6個を見ると2、4、6、ここがカーブに当たるところ。この手前で、このマーカーのところとマーカーのところからまっすぐ一つに一つ、こちら側にもつけていきます。マーカーの次から数えて1、2、3、4、5、6、7、ここからまっすぐ。こっちは細編み2つ編みました。2つの手前、こっちでカーブ、ここはまっすぐ。このマーカーとマーカーの間はまっすぐと編んでいきます。次は3周目。3周目も細編みを3つ増やします。この細編み6個あるうちのどれか2つにしていきます。で、トータルで3つ増やしていきます。で、こっちはカーブがあってこんな形で分かれているので、
この範囲で2つ、こっちで1つ、トータルで3つ増やしていきます。まずここから細編み1つ増やしていきます。で、増やす位置はどこでも大丈夫です。例えばこの2つあるうちのどちらかを2つにしてもう1つは1つ、この2つあるうちのどちらかを2つにして1つ、この順番はどんな感じでも大丈夫です。2つ1つでもいいし、1つ2つでも大丈夫です。こっちも同じ、最初2つにしてもいいし、1つ2つにしても大丈夫です。これはバランスを見ながらきれいに整うように配置します。大体で大丈夫です。全部で3つ増えれば大丈夫です。まず3周目の1つ目、鎖1つ。で、私はここで2つにしようかと思います。1つ目の細編みのところを2つ、1、同じところに2、次は1つ、次はこの2つで1つ増やします。私はここを1つにしてこっちを2つにしようかと思います。どんな順番でも大丈夫です。次からはまっすぐ、このマーカーも含めてまっすぐ、このマーカーのところまで1つに1つで、その次から細編み3つ増やします。で、ぐるっと編んでここまで戻ってきます。3周目の終わりまで来ました。ここでも1つ増やします。どっちでもいいんですが、こっちを2つにします。この2つを3つにします。このマーカーをつけた手前の細編み、ここに2つあるのでどちらかを2つにします。次を2つにしようかと思います。1、同じところにもう1つ、これで3つ増えました。1つ目の細編みに引き抜きます。この引き抜いた糸にまたマーカーをつけておきます。これで3周目ができました。次は4周目。3周目と同じです。ここには3つ、このどれかを2つにします。どれでも大丈夫です。私はここを2つにして1、1、こっちも2つにして1、1という感じで編んでいこうかと思っています。バランスを見ながらいい場所の細編みを2つにします。こっちも同じ。ここに細編み1つ増やします。ここを1つにして2つにしてもいいし、
ここを2つにして1にしても大丈夫です。この範囲で細編み3つ増やします。このルールだけ守っていると楽に楕円形が出来上がります。鎖1つ、根元に細編み、次は2つ、なるべく綺麗なカーブができるように編んでいきます。このマーカーのところからは1つに1つずつ、このまま反対側まで編んでいって、ここまで1つに1つ、ここでは細編み増やします。ぐるっと編んで、ここは1つに1つ、この細編み3つはどれかを2つにします。でトータルで3つ増やします。次の週も同じです。この範囲で細編み3つ、こっちもこの範囲で3つ、これを繰り返してしばらく編んでいきます。5周編んできました。長さは約31センチ。私はこれぐらいで底を終わりにします。次は側面を編んでいきます。今回の編み方は少し縮まるので、底を編んだ時よりもあれば少し太い針で編んでいくといいと思います。なければ同じ針でゆったりと編んでいきます。鎖1つ、根元に細編み、1つ目にマーカーをつけておきます。同じところに中長編み、中長編みは絡めて同じところ、この3本を一度に引き抜きます。同じところにもう1回、これで細編み、中長編み、中長編み、次も同じ、足元2つ飛ばして3つ目、細編み、中長編み、これで細編み、中長編み、中長編み、これをずっと繰り返していきます。足元2つ飛ばして3つ目、中長編み、足元1、2、3、こんな感じで編んでいきます。これで1周します。
1周編んできました。これが最後の中長編み。最初の細編みに引き抜きます。これで1周目が終わりました。次は2周目。2周目はこの中長編みからスタートします。今細編みの上、次は中長編み、次の中長編みからスタートします。このままこの中長編みの上、糸を出してかぶせるようにして引き抜きます。これで中長編みの上から糸が出ました。ここから細編みでスタートします。鎖1つ、根元に細編み、2段目の始めにマーカーをつけます。同じところに中長編み、これでまた細編み、中長編み、中長編み、次からも同じようにこの細編み、中長編み、中長編み、ここに細編み、細編み、中長、次もここ、次もここ、これで1周します。2周目を編んできました。これが最後の中長編み。最初の細編みに引き抜きます。これで2周目が終わりました。次は3周目。さっきと全く同じです。ここからスタートします。このままで、同じところに鎖1つ、細編み、同じところに中長編み、またこれを同じように編んでいきます。で、1周したらまた下と同じ3つ目に引き抜いて続けていきます。これでしばらく編んでいきます。25センチ編んできました。ちなみに横幅は31センチ。私はこれぐらいにしようかと思います。これは多少伸びるので使うときにちょうどいい長さになるようにしたいと思います。最後に細編みで1周します。次は細編みで1周します。この時は細い方の針を使って編んでいきます。そこを編んだ時と同じ針、鎖1つ、細編みで、この細編みは少しきつめに編んでいきます。一つに一つずつ細編みをしていきます。このまま一周します。
細編みで一周してきました。最初の細編みに引き抜きます。で、私は今ここから糸が出ているんですが、ここから糸が出ている場合にはここで一旦糸を切って脇からスタートします。私は今ここから糸が出ているので、ここからスタートして鎖を編んでいきます。で、その前にマーカーをつけていきます。で、私はこんな感じにしました。まず底を見て、脇を決めて、数を数えて同じ数になるようにします。次にストラップを作る位置、私はこの真ん中を12.5 センチにしました。両脇は9センチ、こっちも9センチ、数を数えて同じ数になるようにします。こっちも同じように数えてマーカーをつけます。で、ここからここまで鎖を編んでいきます。で、細編みをしていきます。鎖一つ、根元に細編み、次もマーカーをつけたところにも細編みをします。ここから鎖を編んでいきます。まず一つ目、この一つ目の鎖にマーカーをつけておきます。で、ここは後で小さくなって編みにくくなるのでマーカーをつけておくと便利です。次は2つ目、3つ目、4つ目と編んでいきます。この鎖はあまりきつくならないように編んでいきます。このまま好みの長さになるまで編んでいきます。鎖を49センチ編んできました。鎖の数は60。私はこれぐらいの長さにします。次はこれをつなぎます。まずねじれていないか確かめます。最後の鎖にマーカーをつけます。細編みでつなぎます。この時はこっちが鎖でこっちが長い糸、ここがマーカーで、手前から向こう、これでつながりました。次から一つに一つの普通の細編み、このまま細編みを続けます。脇につけたマーカーは必要ないので外しておきます。このまま細編みを続けて、ここでまたここに細編み、鎖同じ数だけで、ここでつなげてまた細編み、ここまで編んでいきます。鎖編みが終わりました。
最初の細編みに引き抜きます。これで2周目が終わりました。次はこの上に模様を編んでいきます。まず鎖1つ、この鎖1つを包むようにしてマーカーをつけます。次は足元1つ飛ばして2つ目に細編み1、2、あと2つ同じところ、これで細編み3つで、次は足元ここを飛ばしてここに引き抜き編み1、2で、ここにはマーカーがついています。これは編んできた段数によって変わってきます。だいたい足元1つ飛ばして引き抜き編み、これで鎖1つ細編み3つ引き抜き編み、こんな感じになっています。また足元1つ飛ばして2つ目に細編み3つ、1、2、3、足元1つ飛ばして2つ目に引き抜き編み、こんな形で編んでいきます。足元1つ飛ばして2つ目、足元1つ飛ばして2つ目に引き抜き編み、これでここまで編んでいきます。反対側の付け根まで来ました。ここでも足元1つ飛ばして2つ目に細編み3つ、1、2、3、次はここではなくてここに引き抜き編みをしていこうかと思っています。バランスを見て大体で見た目が整うようにしていきたいと思います。飛ばしてここ、こんな感じになりました。次また1つ飛ばして2つ目、これで1周します。ここも同じで、ここまで戻ってきます。1周編んできました。最後は糸を切って針で糸始末をします。少し長めに糸を残して引き抜いて、マーカーをつけたところ、手前から向こう、この2本の糸の下、
最後の細編みに戻ります。上から針を入れます。で後ろに出して大きさを整えます。であとはほどけないように隠します。これでつながりました。今まだ縮んだ状態なんですが、これは使う時には伸びた状態になります。で次はこの内側を少し編んでいこうかと思っています。でこの部分は普通の細編みだけ、ここはここと同じようにちょっと飾りをつけて編んでいこうかと思います。でスタートするのはここぐらいから始めていきます。で鎖1つでこのまま隣だいたいこんな感じで細編みをしていきます。このまままず隣ここぐらいに入れていきます。これが普通の細編みで、この最初に編んだ鎖にマーカーをつけておきます。次はこことここで2つを1つにします。まずここ、次はここ、これで2つが1つになってカーブができました。次からこの模様を編んでいきます。さっきと同じ、今2つを1つにしたところ、1つ飛ばして2つ目に細編み、でまた1つ飛ばして2つ目に引き抜き編み、また1つ飛ばして細編み、1つ飛ばして引き抜き編み。この範囲にちょうど模様が揃わないと思うんですが、適度に調節して見た目が整うようにします。ここまで編んでいきます。反対側の付け根まできました。今引き抜き編みをしたところ、次はここから糸を出して、ここから糸を出して、一度に引き抜いてカーブを作ります。まずここ、次はこの足で針を入れにくいんですが、入れやすいところに入れていきます。これでカーブができました。次から普通の細編みをしていきます。次はこの細編みを3つ入れたところで2本の糸の下にします。次はここぐらい、だいたいここと細編み3つ編んでいこうかと思っています。次はここぐらい、またここぐらい、
こんな感じで編んで、ここまで編んできます。一周編んできました。また最後は針で始末します。少し長めに糸を残して、最後の細編みから糸を抜きます。マーカーをつけたところに手前から向こうで、これが最後の細編み。上から針を入れて裏に出して、でここに糸端があるので、ここと結んでおくと後で楽です。でこの糸端は針で隠しておきます。もう一方も同じように細編みをします。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。底は広めになっています。でストラップにはこの部分と、あとこの部分だけ飾りをつけました。肩にかけた時にちょうど可愛く見えると思います。それと同じ編み方でこの色でも編んでみました。こっちは最初の鎖の数が26、サイズは25センチの19センチ、ストラップは短くしています。使う時にはこんな感じになると思います。口のサイズは上から下まで27、横幅31、ストラップは40センチ。使った糸の重さは 230g。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。